おお、いい感じ。美味しそう。これから作る献立はこちら。主菜がネギダレたっぷりのチキンソテー、副菜はしめじと卵のふんわり炒めです。では行ってみよう。野菜まとめて切っていきたいと思います。長ネギはみじん切りにします。みじん切りはね、そんなに細かくなくても大丈夫です。にんにくは潰します。これで芽取ってね、グッと一回潰してあげると芽すごく簡単に取れます。続いて添える野菜、葉物であれば何でも OK です。今回ね、サニーレタス使ってます。だいたいね、一口で食べれるぐらいかな。続いて卵とじの方のきのこほぐします。これはね、もうね、下のね部分だけ落としてあげて、あとは手でほぐれるんでね、これくらいでしょうか。で、鶏肉はね、こう余分なね皮、油取りましょう。このね、一手間でね、鶏肉って結構味が仕上がりね変わります。ちょっと面倒くさがらずに切っていきましょう。皮と身の間にこういうね、もったりとした油ねがついてます。これを必ず取りましょう。これね、あんま美味しくない。包丁でこの部分を皮ごと切っちゃうか、ちょっと身を削ってあげて、こうやって取り除くか。熱いところね、火入りづらいので、ちょっとこう包丁を入れてあげましょう。そうするとね、焼いた時に高さがね均等になって、火の通りがムラがなくなります。お肉には必ず塩コショウでは、合わせる系ね、先にやっちゃいましょう。まずはネギダレの方から調味料を加えていきます。薬味、生姜とニンニク入れたら、あとよく混ぜる。続いて卵、塩コショウしてあげて、でそこに鶏ガラとマヨネーズ入れたら、あとよく混ぜてあげていきましょう。丁寧に溶いてあげるとマヨがね均等に溶けます。フライパンに油を敷きました。ニンニク入れていきます。香りが立つまでちょっと炒めていきましょう。強火でやるとね、ニンニク焦げるからね、気をつけてね。ニンニクの香りが立ってきたので、鶏肉炒めます。鶏肉焼くときはね、必ず皮目から焼きましょう。鶏肉ね、ちょっと焼くのにね、時間かかるので、その間にもう一品仕上げていきたいと思います。で、ごま油つけました。で、しめじ入れます。しめじを炒めていきます。チキンが焼き色がついたのでひっくり返しましょう。そしたらきのこにね火が入ったので、半分のところに卵入れましょう。盛り付けましょう。で、一気に完成。ネギタレかけて完成。続いての献立はこちら。1品目、ほっこり豚バラ大根、美味しい時期になってきたね。そして2品目、きのこたっぷりの豆腐ステーキ。では作っていこう。野菜切る前にね、先にフライパンとかね、鍋とかでお湯を沸かしておいてください。じゃあ玉ねぎはね、くし切りにしていきましょう。ちょっとこう食べた時にある程度サイズ感はあった方がいいかと思うので、だいたい1センチ幅ぐらいかなのくし切りにしました。大根はだいたいね、1センチから2センチぐらいの幅にまずは輪切りそしたら真ん中で半分に切る。で、半月切りにしました。生姜を薄切りにしていきます。青ネギ切っていきます。青ネギね、主菜副菜両方とも出てきます。なので両方とも小口なんでね、まとめて小口にしちゃいましょう。材料ね、今切ってる最中なんですが、結構ね煮る時間が長いんです。なので先に煮ていきましょう。で、生姜とね、長ネギのね頭の部分ね、青いとこね入ってます。で、大根ねこうよくばらして
んな感じ。材料切るのに戻ります。きのこね、手でほぐしていきます。包丁で切ってももちろん大丈夫です。大体一口サイズにね、していきましょう。椎茸もね、下のね、部分でちょっとだけ落として、で、石突き取りましょう。これも一口大に切ります。ちっちゃいサイズに切りました。豆腐4等分します。ペーパーで水気を取っておきましょう。豚バラ大きいからね、切りましょう。一口サイズぐらいになればいいかな。ハサミを使って切っていきます。そしたら塩コショウ、豆腐にもね、塩コショウしましょう。ステーキにね、焼くので粉漬けもしちゃいましょう。はい、そしたら豚バラの方の調味料を混ぜていきましょう。続いて豆腐ステーキの方のね、調味料も合わせましょう。大根が柔らかくなってきたので豚バラ入れていきます。散らして入れてってください。玉ねぎ入れちゃいましょう。でね、長ネギはね、もう大丈夫なので取り除いてあげて、はい、で先ほど合わせた調味料を加えて煮詰めていきます。卵加えたら蓋をします。そしたらね、このままね、横にずらして加熱していきます。だいたい10分ぐらいかな。豆腐ステーキの方に移りたいと思います。油なじませて炒めていきます。きのこね、焼き色がついたら1回取り出します。そしたら改めて油を引いて豆腐を焼いていきましょう。1回ね、よく混ぜてあげましょう。玉ねぎも大根もいい感じに色が染みてきましたね。少し汁気飛ばしていくので蓋は取って煮詰めていきます。大体3分ぐらいかな。はい、そしたらね、豆腐をひっくり返します。反対にひっくり返す。焼き色いい感じだね。こんな感じでね、しっかり6面焼いてあげましょう。火が入ったので、先ほど炒めたきのこここに入れます。そしたらそこに合わせだれもうね、余熱で火入るんでね、火止めちゃって大丈夫です。でね、豆腐もちょっとくるくると合わせてあげて、粉漬けしてるんでね、ソース吸収してくれるので、食べた時のね、味の仕上がりも良くなるんで、崩れないように注意しながらくるくると合わせてソースなじましましょう。よし、こっちの仕上がりもいい感じ。よし、美味しそう、いいね。きのこも上にオン。そしてね、このタレね、美味しいからかけてあげてね、上からね。ネギ散らして1品目完成。大根いい感じ。玉ねぎもね、すごく柔らかそう。色もね、しっかり入って美味しそうです。豚肉もしっかり火が入ってます。汁もね、美味しいから一緒にかけてあげて、ネギトッピング完成。続いてはこちら1品目、キムチが美味しいよ、豚バラのスンドゥブ、そして副菜水菜とお揚げチョリギサラダです。今回は韓国献立でございます。行ってみよう。はい、まずはね、玉ねぎ 5mm 幅の薄切りです。ニラ 2,3 センチ幅ぐらいかな。なのでこれぐらい。チョレギサラダに入れるネギです。これもね、小口切りにしていきます。ちょっと大きめでもいいかな。気持ち大きめの小口切りです。水菜です。水菜は 3,4 センチぐらいに切りましょう。下の部分ね、落としてあげましょう。揚げはね、まず半分、さらに半分、1センチ幅ぐらいか。肉はね、一口大に切りましょう。お肉に塩コショウとお酒、
くなじましておきましょう。鶏肉サラダのねドレッシング先にあえていきましょう。そしたら沸いたお湯に鶏ガラとお酒、キムチ、玉ねぎ、お豆腐も入れちゃいましょう。そしたらあと5、6分ほど放置しておきます。その間にねサラダ作っていくので、フライパンを横に寄せて加熱していきましょう。鶏肉サラダのね油揚げ、これをね油なしで炒めていきます。油揚げからね多少油出てくるので、その油を利用して炒めます。で、油揚げがカリカリになるまで炒めていきますんで、ちょっとこのまま置いていきましょう。野菜がいい感じにねしんなりしてきたので、豚肉入れていきます。散らばるようにね入れてくださいね。ここで調味料加えていきます。お味噌、醤油、味噌はねよく溶かしてあげましょう。そしたら最後卵ね割り入れて、全体にニラ散りばめて押して完成を待ちましょう。その中に水菜を加えます。ネギも一緒に全体よくなじませましょう。で、そこに最後カリカリのお揚げ入れて合わせたら完成。おー、いい感じ、美味しそう。具材を入れて、豆腐今4つぐらいの大きさに切りました。卵 OK。 はい、どうでしょう。美味しい献立今のところできてますか？続いての献立はこちら。はい、1品目は白菜と豚肉とろりあんでございます。美味しいよ。そして2品目、副菜はほうれん草と油揚げのツナポンあえ、ちょっとねわさび加えて大人の味に仕上げます。葉ざく切り芯のところは 0.5 センチぐらいかな。続いて長ネギは斜めに切っていきます。しいたけは薄切りにしていきます。副菜のほうれん草 3、4 センチ幅でねちょっと大きめに切りましょう。油揚げは1センチ幅に切っていきます。ただね、豚肉はポリ袋に入れてあげて、塩、胡椒でお酒で、まず揉み込む。そしたらそこに片栗粉も入れましょう。で、ちょっと揉み込みます。そしたらまずは豚肉から炒めていきます。フライパンに油を引いて豚肉入れます。豚肉をね広げながら炒めていきます。豚肉の色が変わってきたところで白菜の芯の部分を先に入れます。お水を入れましょう。生姜かな。残りの野菜も全部入れていきます。落とし蓋か蓋をしてください。OK。 続いてですね、副菜のほうれん草を入れていきます。そして油揚げも入れちゃいます。そしたらさっとね茹でたら取り出します。ざるとねボウルをセットにしてあげると便利です。この後水切るんでね。おい、美味しそう。最後ね水溶き片栗粉を入れてあえて終わりです。火消してねゆっくりかき混ぜながらね入れてってください。全体的にいい感じのとろみがつきました。そしたらちょっとだけ火を入れて
ちら主菜完成です。もしねあればぜひこれに唐辛子乗っけてください。よし、完成。副菜仕上げていきましょう。調味料入れていきます。すりごまとごま油、そしてポン酢でね、ちょっとピリリとわさびを入れてよく和えます。全体の味の周りが良くなるんで先に混ぜておきましょう。そしてそこにツナ缶入れます。油がね結構気になる方は油除いてからね入れてもいいかなと思います。最後茹でたほうれん草と油揚げ、これねざるでねしっかり水切ってます。全体がよくなじむまで和えたら完成。今週1週間どうでしたでしょうか。今日でラストです。ぜひ最後まで作っていってください。行きましょう。はい、1品目主菜ブロッコリーがまるまる入ってます。混ぜピラフ、そして副菜白菜がたっぷり入ったクラムチャウダーです。ぜひ作ってみてくださいね。行ってみましょう。まずブロッコリーから切っていきます。房を取っていきましょう。一個一個ね。ソーセージ斜めに切っておきましょう。じゃがいもは皮をむいてます。さいの目切りにしていきます。よいしょ。白菜は葉の部分はねザクザクと大きめにザクザクって切っちゃって大丈夫です。で芯の部分はねなかなか火が入りづらいので細かく切っておきましょう。ベーコンを細切りにしておきましょう。厚さはねお任せですかね。しっかりベーコンを味わいたい方はベーコンを太くしてね量を増やしてもいいですし、僕は割と細く切りました。ほい。ではまずは炒め物していきます。フライパンにベーコンバターで炒めていきましょう。火加減はね中火でね、強火でバター炒めるとね結構焦げちゃったりするからね。でベーコンがね炒まってきたところで芯の部分加えます。でじゃがいもある程度炒まったところで水に缶入れちゃいます。貝からねいく場合はこの段階でね一緒に炒めてあげてください。そしたら残りの白菜を加えて最後にね煮込んでいくんですが、今回ね和風の出汁でいきましょう。牛乳、生姜ね、全体をよくなじませたらあとはねコトコトと煮込んでいきます。クラムチャウダー温めてる横でピラフ作りましょう。ブロッコリーをまず炒めます。ブロッコリーにねある程度こう火が入ってきて焼き色がねついてきたところでソーセージ加えます。ソーセージこれでね全体がよく火が入ったところでご飯追加します。ご飯とご飯ほぐしながら炒めていきます。全体的にほぐれたところでコンソメ、ガーリックパウダー、塩コショウで味を整えてすごいね具材がゴロゴロしたピラフでございますが、これで完成。最後ねチャウダーの方も味を整えて完成。でチャウダー作るときね絶対ね煮立たせないように気をつけてね。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにねぜひ参考になれば嬉しいです。それではまたね、バイバイ。